ものすごい額をその人に貢いできてたわけ、私自分の元カノの友達に紹介したことある、ポリコと同じ人と付き合ってたことある。最低じゃん。こっちに椅子あるもんですよ、絶対帰らない。その瞬間なんかちょっと無理かもってTonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Oh, I just wanna have a sum up for anything like that. 恋愛系の暴露話とか失敗談について。高校の時同性でいい感じの人がいたけど同性ってこともあって告白できずに終わった。彼女に別れるなら2ヶ月分の交際費払えと言われ。何？怖くない？クリスマスにペアリングを買おうって言ってて、すいません別会計できますってでプレゼントももらえなくてとても悲しいクリスマスだった。付き合った彼氏たちみんなお金にケチだったから。これ本当にあった怖い話だよ私そんな暴露話ってあんのかなと思って。ない。10万渡したみたいなこと言ってたじゃん、なんか私3年くらい付き合ってた人と別れる時にじゃああれもこれもこれもこれも返してよみたいなことを私言った気がするのなんかとにかく私ほんと貢ぎ癖多分こっちと同じでめちゃめちゃ貢ぎ癖があるから相当その付き合った中でもうものすごい額をその人に貢いできてたわけ、プレステ3が返してほしくはないよね、返してほしいよ、結局確か返してもらってない。でも1個だけ返してもらったものがあって、返してもらわなくない？普通そう返してもらわない、普通返してもらわないんだけどなんか引っ越すみたいな感じなの大々的に。だからなんかそんなにいっぱい持っていかないみたいなことも言ってたから、あじゃあと思って1個だけバズ・ライトイヤーのフィギュア大きいバズのディズニーで買ったフィギュアいらなくない？いるプレステ2はいらなかった。ゲイの世界は狭すぎて失敗談絶えません。気になってた人の親友がセフレでした。気になってた人の親友がセフレ。全然理解力乏しすぎるすぐパッてさ理解する能力がさ低くてさスッと入ってこないの。わかるよ。気になってる人の親友がだからもう話的になんか親戚のおばさんのお兄ちゃんの弟の妹の違う気になってる人の親友がセフレだった。気になってる人のこの話になった瞬間になんかこう聞くっていう能力が突然なんでよ。なんかなっちゃうね。だから気に触らないでいちいち触らないで。気になってる人気になってる人があれだ世界が狭すぎるよってことね。そうゲイの方でつながりすぎてるからその気になってる人にアタックできない。その人の親友とそのセフレだったわけだから。そういうことじゃない。でもこれはさゲイだけじゃなくてさレズビアンの人でもよく聞かない？2丁目界隈とかで知り合ったりとかするとさ、つながりがあったりとかするじゃん。だからそういうのはねやっぱあるよね。あるかも。まあ仕方ないんじゃないですかね。さ学生だってさのうちとかってさあるよね。めちゃめちゃあるよね。この人と次交換みたいな、私の元彼と付き合ったのみたいな、そういうレベルだよね。私自分の元カノの友達に紹介したことある最低じゃない？でもあるよ。そういうの別にさ不思議じゃないの？とかじゃなくない？だって中学校の時ポリコと同じ人と付き合ってたことある。私が付き合ってた後にポリがその人付き合ってたからタイプも多分似てるわけだよね。そうでしょ。ムカつかない？なんかさ同じ顔だからこっちうまくいかなかったからこっち行こうみたいなさ、なんかそれってやだ。でもね別にあるっていうか普通になんかこの人良くないっていう好きになる人とかもかぶりがちな感じではあ。そうなんだ。学生の頃は別にありだけどさ大人になってからさびっくりじゃない普通に。で学生のその中でなるとさそのゲイ界隈レズビア界隈とかのみんな同じ人ってなるとまあびっくりはそのね普通になんか付き合うとか好きな人とかじゃなくても友達同士がつながっててもさびっくりしない？普通にその人知ってるよとかって言われたらめっちゃびっくりするよね。だからそう考えると衝撃的だ。衝撃的です。はい、頑張ってください。何が？人生初の彼氏の家に行った時に生理が来てズボンが血まみれに帰ってと冷たく言われた後振られた。最低じゃん。マジでこれは本当になんかその子のふざけんなよその失敗談とかじゃなくて普通にそのメンズがもうイカレポンチすぎる。
だからね言われちゃうの男の人って。そうだから男の人を全般をそういう風に思ってるわけじゃないけど、そういう人がいるからさ、なんか男って思っちゃうよね、普通のことじゃん。生理不順とかもあるしさ、性出血だってあるしさ。そういうこと。血まみれになったことが嫌だったっていうことね。そうでしょ。私生理が来たから来たことが嫌だったの生理が来たから今日はうちに来る必要ないからさよならっていうこと。だってその後振られたんだってよ。だからその場面に遭遇したことが嫌だったんだよね。うわみたいな、血だみたいな。ウブか血が怖かったんだ。最低じゃない？最低。よくわかんない。でも本当最低だと思うから別れて正解だと思う、それはなんかもうむしろこっちからね、冷たく帰って椅子あるもんですよ、ね、絶対帰らないちょっとごめんだけどお風呂場借りていいみたいな、洗濯機も貸してもらっていいみたいななんか血に強い洗剤とかあるごめんだけど帰んないでいい、ずっといる強い結構自分でもショックな出来事が起きてるのに、パンツとか貸してみたいなまあでもそのぐらいしていいと思う。私はそういう風に女の人を扱う男の人も人間以下猿以下、そういうレベルだよ。まあそれレベルだね。ありえない。ありえないありえないです。ご立腹ですポッチさんご立腹です。ポッチ怒る？ポッチ男の人にね結構厳しいから。厳しい。男の人が偉いみたいな世界が嫌なの。やっぱ男の人の方が背が高い方がいいみたいなさとかってあるじゃん。私結構ちっちゃい人が好きなわけよ。男の人だとしても。でもなんか自分的になんかこうコンビニとかのさガラスとかに映ってさ、なんか背が高い人と一緒にいるとめっちゃいい感じじゃんうちらみたいな感じでなんか思ったりもするけど、結局なんか背が高い人なんかちょっと気持ち悪く見えちゃうっていうか、背が低い人の方がなんかピョコピョコしてて可愛いらしいみたいな。全体的にバランスが背が低い方が整ってるように見えるわけ。なんとなく背が低い方がいいんだけど、その時166センチくらいの人つけてたんだよね。時計って172くらいあるから、ヒール履いたら終わり。そうで多分ヒール履いててなんかのなんかスーパー行った時に車でなんかバッと降りて、なんかその人ペッタペタの B さんみたいなやつ履いてたので、なんかドア開けてくれたんだけど、私はドア降りた瞬間こうやって見下ろしたの。その瞬間なんかちょっと無理かもって別れた気がする背が低すぎて無理かも。なんかびっくりしちゃったんだよねその時。あれこんな感じみたいな、ちっちゃって、それはあなたが最低ですよ。まあね、まだいろいろあるじゃん別れる理由。まあそうだね、なんか本当にさめちゃめちゃ好きとかじゃないとふとした瞬間にさちょっと冷めちゃったな。そうちょっとしたときめきで付き合っちゃった場合とかさ、さって冷めるよ。そうそれはわかる。ちょっとでもどうすることもできないで、行動とかじゃなくてもうちっちゃって分かってたじゃん。でもなんかびっくりしちゃって。年齢イコール恋愛未経験値。全員結婚を前提に考える。彼氏がいなかった時期ほぼない。いない時期にフラッと来た人となんとなく付き合うかなっていうのは、私の恋愛の人数がだいぶ変わってくるか3ら。日その人のことが好きとかじゃなくて恋愛してる自分に酔ってるその中で私は選ぼう。1日かけて一人一人会いに旅始める。バチェラー初めてポッチがこの人が最後だなと思った人だったわけ。